どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今日は田舎と都会について話したいと思います。皆さんは田舎と都会どちらに住みたいですか？田舎には田舎の良さがあって、で都会には都会の良さがありますよね。でそれぞれにもちろん大変なところもあると思います。なので今日はその違いとかメリット、デメリットについて話していきたいと思います。まずは田舎のいいところから話したいと思います。田舎といえばまず自然が思いつきますよね。田舎といえば自然が綺麗ですよね。例えば山とか川とか田んぼとか畑とかたくさんあって、すごく自然を近くに感じられますよね。で、自然がすごく身近にあるので、季節の変化も感じられると思います。やっぱり都会にいたら植物の変化とか、木の変化とか、そういうのがあまり感じにくい部分がありますけど、田舎だとそれがより近くに感じられますよね。で、それにちょっと似ていますけど、空気と水が田舎は綺麗ですよね。やっぱり都会に比べて工場とか車が少ないので、空気も美味しいし、水もやっぱりより美味しいような気がします。で、これもやっぱり田舎ならではだなと思うのは、すごく静かですよね。静かで落ち着きますよね。やっぱり都会みたいに賑やかで忙しい街に住んでるとなかなか落ち着けなかったりしますよね。なのでそういう静かな空間が好きな人にとっては田舎はいいかもしれませんね。で、これもすごいよく聞く話なんですけど、やっぱり都会の家って狭いじゃないですか。でも田舎に住めば大きいアパートとか大きい家に住めるし、家の庭とかもついてたりしますよね。やっぱり都会より土地があるので、大きいスペースを楽しむには田舎がいいですよね。で、田舎の人についても話したいんですけど、すごい田舎の人って優しいですよね。例えば日本の田舎で言うと、近所の人が、急に自分の家に来て、取れたての野菜をくれたりとか、料理して余ったものをくれたりとか、そうやってご近所さんとのつながりが田舎の方が強いと思うんですよ。もちろんね、都会でも多少はあるかもしれませんけど、ちょっと珍しいですよね。なので、この地域のつながりを感じられるのはやっぱり田舎ですよね。で、これももう一つすごい大きいポイントがあって、お金ですよね。やっぱり都会は高いです。なので田舎に住めば生活費が安いですよね。例えば家賃とか食べ物の値段とか、基本的には都会より安いですよね。なので田舎の方が安いし、家とかも大きいし、静かだし、そういったいろんな田舎のいいところがありますよね。でも田舎にも大変なところもありますよね。例えば交通が不便です。皆さんも東京とか行ったことある人はわかると思いますけど、都会の交通ってめちゃめちゃ便利ですよね。電車もたくさんあるし、バスもあるし、タクシーもあるし、もう交通であまり不便なことはないですけど、田舎だったら例えば1時間に1本しかバスが来ませんとか、1本しか電車が来ませんとか、
もうそもそも電車が通ってませんっていう場合もあると思うんですよ。なので、田舎に住むには、やっぱり車がないと不便なんですよね。で、それから田舎はお店が少ないですよね。うん。例えばね、都会に住んでたらもう近所、家の近くにコンビニがあったりするのは割と一般的ですけど、田舎だったらわざわざスーパーとかに行くにも毎回車に乗って30分とか20分とか、運転しなきゃいけなかったりするので、やっぱり交通が不便だし、お店が少ないっていうのもありますよね。で、都会にはおしゃれなカフェとか、おしゃれな服屋さんとかもたくさんありますけど、やっぱり田舎になるとそういうのも数が減ってきて、買い物を楽しみたい人にとってはちょっとつまらないかもしれませんね。で、さっき田舎のいいところですごく近所との距離が近いってのがあったんですけど、逆にそれが原因でプライバシーが少ないっていう問題もありますよね。なので近所の人とかその町の人ほぼみんなと顔見知りになって、もう何かあったらすぐみんな知ってるみたいな、何かトラブルがあったら町の人みんな知ってるみたいな状況になりますよね。もちろんそれはいい面でもあるんですけど、やっぱり自分のプライバシーをもっと大事にしたい人にとってはちょっとこれは嫌なポイントですよね。で、次は都会のいいところについて話したいと思います。で、さっき田舎の時に話したんですけど、交通がやっぱり便利ですよね。例えば東京とか見たらもう何本も何本も電車が来るし、バスもあるし、タクシーもあるし、行きたいところがあればもうすぐに行けますよね。で、お店とかサービスもやっぱり多いですよね。コンビニだとか、レストランとか、カフェとか、ショッピングモールとか、基本的に自分が必要なものは自分の身の回りで何でも揃いますからね。で、やっぱり仕事のチャンスは都会の方が多いですよね。やっぱり都会の仕事の方がまず、種類も多いし、数も多いし、いろんなチャンスがありますよね。で、例えば仕事を変えたい人、転職したい人にとっても簡単に次の仕事が見つかりますよね。田舎はもともと仕事の数が少ないので、転職するってなったらちょっと時間がかかっちゃうかもしれないですね。で、それからやっぱり教育。やっぱり数が多ければ多いほどレベルの高いものがたくさん出てきますよね。なので自分の子供に高い教育を受けてほしいと思ったらやっぱり都会の方が選択肢は多いですよね。で、都会ってやっぱり楽しいんですよね。やっぱりイベントとか、エンタメとか娯楽がたくさんありますよね。例えばたくさん映画館もあるし、コンサートがあったら東京とか大きい街でありますし、スポーツのイベントとかもあるし、やっぱり都会の方がそういう楽しいこと、イベントごとはたくさんありますよね。でも、都会にもやっぱり大変なところもありますよね。例えば、もう人が多すぎる。やっぱり都会だと満員電車の問題とかありますよね。東京とかで働いてる人はわかるかもしれませんけど、毎日毎日満員電車で仕事に行くのは、精神的にも、肉体的にもかなりきついですよね。なので人がいて便利ですけど、だからこそ疲れてしまうっていうこともあると思います。で、やっぱり都会は高いですよね。家賃とか食べ物とか、基本的に全て都会の方が高いので、もちろんいい仕事は都会にありますけど、それでもやっぱり使うお金も多いので、なかなかお金を貯めたりするのは難しいのかなと思います。で、やっぱり都会はたくさん建物がありますから、自然も少ないですよね。で、自然も少ないし、車とかが多いので、
空気もちょっと汚れてるかもしれませんね。なのでそういう自然とか緑が好きな人は都会はちょっと物足りないかもしれませんね。で、これはもちろんね、日本だけじゃなくていろんな国で同じだと思うんですけど、大きい町だと人間関係がちょっと薄くなりますよね。さっき田舎だとプライバシーが少ないとか、ご近所さんとの関係がすごく近いって話したんですけど、逆に都会だともうなかなか友達を作るのも難しいし、ご近所さんとかもあんまりつながる機会がないんですよね。なので人がたくさんいるのにすごい孤独に感じてしまうっていうのもあると思います。やっぱりね、田舎と都会それぞれにね、たくさんいいところも大変なところもあると思います。なのでどちらがいいとは簡単には言えないんですけど、自分の、ライフスタイルとか性格とか家族とか年齢のことを考えてどちらが合っているのかを選ぶのが一番いいんじゃないかなと思います。僕は個人的に日本の神奈川県の横浜で生まれ育ったので、どちらかというと都会のライフスタイルの方が自分に合ってるような気もしますけど、今日話してみてやっぱり田舎にもたくさんいいところがあるんだなと思いました。はい。ということで今日は田舎と都会について話してみました。皆さんは田舎と都会どちらの方が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるんで、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。